板垣退助の前役職解任と陣正体の編成。イントロダクション。幕末から明治にかけての日本史において、板垣退助は重要な役割を果たしました。彼は政治家としても軍人としても活躍し、その名を歴史に刻みました。今回は、彼が前役職を解任された理由と、新たに陣正体を編成した経緯について、ずんだもんと四国メタンの対話形式でお届けします。前役職解任の背景。どうして板垣退助は全ての役職を解任されたのだ？いい質問ね。板垣退助が前役職を解任されたのは、彼の政治的な立場と行動が幕府の保守派にとって脅威となったからなの。当時の保守派は急速な改革を恐れていたのよ。なるほど、彼の改革志向が原因だったのだな。そうね。特に彼の自由民権運動の推進が保守派にとっては大きな問題だったの。結果として彼は全ての役職を解任されることになったわ。でも、どうして保守派はそんなに改革を恐れていたのだ？当時の日本は古い制度や価値観が根強く残っていたためね。急激な変化は混乱を招く可能性があって、特に幕府の権威を揺るがすような改革は大きな抵抗を受けることが多かったのよ。それじゃあ、板垣退助の改革は具体的にどんなものだったのだ？彼は特に自由民権運動を重視していたの。これは国民が政治に参加する権利を求める運動で、将来的には憲法の制定や国会の開設を目指していたのよ。陣正体の編成。解任された後、板垣退助はどうしたのだ？解任された後、彼は新たに陣正体を編成したわ。陣正体は幕末の動乱期における武装集団で、板垣退助の指導の下で結成されたのよ。陣正体でどんな活動をしていたのだ？陣正体は主に倒幕運動を支援するための戦闘集団として活動していたの。特に鳥羽・伏見の戦いや戊辰戦争での戦功が知られているわよ。具体的にはどんな戦いだったのだ？鳥羽・伏見の戦いは1868年に起こった日本の内戦の一つで、新政府軍と旧幕府軍の間で行われたわ。陣正体は新政府軍の一員として戦い、勝利に貢献したのよ。これが戊辰戦争の始まりとなって、最終的には新政府の勝利で幕を閉じたわ。そんなに重要な戦いに関わっていたのだな。そうなの。陣正体の活躍は新政府の樹立に大きな影響を与えたのよ。陣正体の影響と板垣退助のその後。陣正体の活動はその後の日本にどんな影響を与えたのだ？陣は幕府打倒と新政府樹立に大きく貢献したの。その結果、板垣退助も新政府で重要な役割を果たすことになったのよ。彼はその後も政治活動を続けたのだ？もちろんよ。彼はその後も自由民権運動を推進して、憲法制定や国会開設を求める運動に積極的に関わったわ。彼の努力が日本の近代化に大きく貢献したことは間違いないわね。板垣退助の努力が実を結んだのはどのあたりだったのだ？彼の努力が実を結んだのは1880年代に入ってからね。1881年に自由党を結成して、1889年には日本初の憲法である大日本帝国憲法が制定されたの。また1890年には初めての帝国議会が開かれたのよ。すごいのだ。板垣退助のビジョンが実現したのだな。そうね。彼の努力とビジョンが日本の近代化に大きな影響を与えたわね。まとめ。板垣退助は、その生涯を通じて日本の近代化に大きく貢献しました。前役職解任という困難な状況にも屈せず、陣正体を編成して新たな道を切り開いた彼の姿勢は、多くの人々に勇気を与えました。彼の行動と思想は、現代においても学ぶべき点が多いと言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。